千年後の世界、運の十座、霊闘士、若き野心に満ちた科学者古畑は、棺の中に目覚めてから、もう7日になる。どうしたのかな。もう棺の蓋を、コツコツと叩くものがあってもいいはずだ。彼は、ひたすら棺の外からノックする音を待ちわびている。棺といっても、これは我々の知っているあの白木造りの棺桶ではない。南陽製のモリブデンの合金、MO902 番という素晴らしい金属で作った五重の棺である。また棺内は、白木造りの棺のようにかろうじて横になっていられるだけの狭さではなく、なかなか広い、天井の高い10畳敷の部屋ぐらいの広さだ。そこにベッドもあれば、冷凍機械もあり、温度調節機もあり、ガス発生機とか発電機とか信号機とかいろいろの機械が並んでいる。また、たくさんの参考文献や、その他灰皿や歯ブラシや安全カミソリなどという生活に必要ないろいろな品物も入っている。早く言えば、研究室と書斎とを缶詰にしたようなものである。彼、古畑は、この風変わりな棺桶の中で、すでに1000年余の冷凍睡眠を経たのである。冷凍睡眠というのは、人間を生きたまま氷結させてしまい、必要な年数だけ、そのままにしておくことである。これはなかなか難しい技術で、ことに冷凍の程度を進めてゆくスピードが難しい。下手をやれば、それきりで人間は永久に死んでしまうのである。うまくこれをやれば、3日後であろうと100年後であろうと、また彼古畑の場合のように1000年後であろうと、冷凍人間の生命は保存される。そしていい頃合いにこの冷凍を解いて、再び蘇生することができる。この時また、冷凍している人体を溶かして元に戻す技術が、なかなか難しいのであるが、とにかく彼古畑の場合には、どっちも完全にうまくいった。それもそうであろう。この若い科学者古畑の実験は、彼一人の力によったものではなく、1000年人間冷凍事業研究委員会という名が正しい名の科学者団体があって、その協力によって行われたものである。今も言ったように、棺の中は四角な部屋になっているが、外は球状をなしていて、どの方向からの圧力にも耐えるようになっていた。1000年後の覚醒の後、7日経って古畑の疲労はすっかり回復し、この棺桶に入った時のことが、まるで昨日のように思われるのであった。全く1000年というものを、よく眠ったものであった。だが、果たして1000年を眠り続けたか。それは壁にかけられているラジウム時計が、ちゃんと保証をしていてくれる。この時計は、ラジウムが絶えざる放射によって崩壊する状態を測定し、それによってこの長い年数が持期せられるようになっていた。古畑は起き上がった最初に、その時計の前に飛んでいって、経過時間を読んだ。これによると、1000年よりも少し眠りすぎていた。時計の読みは、1000年と169日目になっており、期限で言うと3600年の冬2月に相当している。つまり169日だけ、この棺桶機械は誤差を生んだわけである。だがそれにしても1000年に対し169日の誤差であるから大した誤差ではない。ことに、彼古畑が冷凍状態において、完全にその生命を1000年後にまで保つことができたので、その機械の優秀さは十分に褒めていいだろう。ただこの上の不安は、1000年後になって、この棺桶を外から叩くものがなければならないのであるがそのノックの音がまだ聞かれないことだった。使用書によると、この厳重な1000年不可解の棺桶は、外から開くのでなければ、絶対に開かない仕掛けになっていたのである。棺桶の構造を堅牢にする上から言って、どうしてもそのようにするより他道がなかったのだ。どうしたのだろう。目覚めるのが169日も遅かったものだから、扉を開けに来てくれる者がどこかに旅行にでも出かけてしまったのではなかろうか。開かない密室の中で、このような不安に襲われるということは、死刑よりもなお一層激しい恐怖だった。彼は、信号装置に故障があるのではないかと思って、そのそばに行って、幾度となく点検した。だが、故障は発見されなかった。しからば彼の覚醒したことが、東京とニューヨークとハバロフスクのサントへ、電波でもって伝えられていなければならぬはずだった。誰も助けに来ないというのは、一体どうしたことだろう。誰も戸を開きに来ないと、せっかく覚醒した彼古畑も、あと30日ぐらい生存できるが、その後は絶対に生き続ける見込みがつかない。彼は、自分の生命が惜しいということよりも、こうして1000年後の世界に再生しながら、その世界を見ないで死ぬことが、大変残念だった。裸の女教授、その時だった。リリン、リリン、リリン。
敬礼が突然さえざえとした音響を上げて響き、密室内の空気をパッと明るくした。あ、来たぞ来たぞ、ついに来たのだ。棺桶の蓋を叩いているものがある。棺桶の蓋をはたけば、この敬礼がリーンとなる仕掛けになっていたのだ。さあ、助けられるのだ。それに続いて、ひどい振動が伝わってきた。いよいよこの棺桶が開かれるのだ。興奮がやや落ち着いたとき、古畑は、一体誰がこの棺桶を開きにやってきたのかと、そのことに激しい好奇心を明かした。それは、いよいよ彼のいる密室の扉が開かれるというその直前に迫って、一層激しさを加えた。ドーンと扉が開いたとき、小暗い外から一人の人間が飛び込んできた。あっと、古畑は、途方もない大きな声を出した。それは非常な驚きの声であった。彼の目が捉えた再生後初めてのこの訪問者は、素っ裸であったからだった。それは文字通りの素っ裸であった。しかもこの訪問者は、一目でそれとわかる妙齢の婦人だったのである。古畑は、羞恥で真っ赤になった。だが、この婦人は、顔をあからめるどころか、至って平気で古畑の前に立った。古畑助教授、そうですね。そうです。古畑です。扉を開けてくだすってありがとう。1000年前の世界に住んでいた一人類を、こうして発見したことは私の大変喜びとするところです。私は、あなたの記録を、199区の防空核を壊しているうちに発見したのですが、長い不成功鉄管の中に入っていました。ああ、そうでしたか、と言ったが、かつて友人たちが彼の埋没記録をそんな風にして200本の厳重な筒に収め、ホウボウの地下に埋めたり、また博物館に陳列してくれたのを覚えていた。で、あなたの名は何とおっしゃるのですか？私のことですか？私はハバロフスク大学の考古学主任教授のチタです。主任教授、失礼ながらそんな若さで、主任教授とは大変なものですね。私は率直に驚きを述べると、チタ教授は笑って、ほほほほ、何が若いことがありましょうか。今年で903回目の誕生を迎えるのですよ。するとあなたは903歳なのですね。それはとても信じられない。まだ19か20のはつらつたる女性の獅子を持ちながら、それで903歳とは、思考しかねる。第一、そんな長寿者がいるものだろうか。ほほほほ、そんなことをおっしゃると、私は大変愉快ですわ。1000年前の人類が、どんな知能程度だったかということが、今はっきり目の前に見えるようで、大変参考になります。と、しきりに一人で喜びつつ。ですけれど、私ばかりが喜んでいないであなたのため、早く1000年後の今日の世界はどんなになっているかその常識をつけて差し上げましょう。と言って、チタ教授が金髪を撫でながら話をしたことによると、何でも人類は今から900年前に死の神を征服したという話だった。つまり人類は死ななくてもよくなったのだ。なんという大発見であろう。なぜそんなことになったかというと、人体に関する生理学の研究が進歩して、一切の病気が電気学によって診断され、そして電気的療法で癒えることになった。心臓の悪い人間はすぐ代用心臓に取り替えることができる。血圧の高い人間は半日ぐらいかければすっかり血管を取り替えることができる。だからもし死ぬのが嫌なら決して死なないのである。それでもこの驚くべき医学の進歩が行われた当時は代用臓器が大変高価であったし、そして金属で作った関係上相当に重く、ために代用臓器を装置した人間はやむを得ず歩くことができなくなった。心臓に肺臓に腎臓などと3つの臓器を取り替えると、初めは全重量が人間の体重の3倍ぐらいになったそうで、それでは一人歩きはできない。自分で街をあっちへ行ったりこっちへ行ったりするため、自動車の上に乗りっぱなしということにしておくより他に道がない。だが今はそんなことはない。どんどん歩くことができる。それは代用臓器が大変小さくなったことと、そして金属を使わなくても耐圧性腎臓肉を使えば軽くて済むこととなった。だから、ほら、見てごらんなさい。私の体を。少しも変じゃありませんでしょ。そしてこんなに軽快に動けますわ。と、チタ教授は古畑の前で、まるでレビューがあるのように獅子を振って動いてみせた。古畑は、また新しい驚きにぶつかって目を見張らなければならなかった。すると、903歳のあなたは、やっぱり代用臓器のおかげでもって、そう長く生きているわけですか。もちろん、そうですわ。へえ、
驚いたですね。どこにその大養蔵機があるのか、外からはわからないほどです。すると、随分大養蔵機は、軽くなりもし、小型になりもしたわけですね。だが、変なこともあるな。知多教授、あなたは私をからかっているのではありませんか。なぜ、そんなことをおっしゃるの。ちっともからかったりしていませんわよ。でも、おかしいではありませんか。そういう大養蔵器を取り付けたものなら、胸のところとかお腹のところとかに、手術の跡が残っていなければならないはずです。ところが、こうして拝見したところ、あなたの肉体は、19か20の処女のごとくに美しい。針でついたほどの傷もない。これはどうもおかしいではありませんか。それを聞くと、知多教授は、古畑の頭脳の古さのなんと気の毒なことよと言わんばかりににっと笑い。古畑さん、外科手術なんて950年前にすっかり技術を完成し、傷がつかないようになりましたのよ。だが、私の体に傷跡のないのは、昔の外科手術のおかげというようなもののおかげではなく、これは腎臓皮膚をつけているから、傷跡がないのです。腎臓皮膚というと。つまり腎臓肉と似たようなものです。腎臓なんですから、いつでもこれをバリバリと破って、新しいのと張り替えられます。はは、そうでしたか、と言ったが、古畑は唖然とした。さっきから、この知多教授のすっぱだかを見て、こっちが顔をあからめていたわけだが、腎臓皮膚なら恥ずかしくないのはもっともだ。じゃあ、失礼ながら、今のあなたの体というものは、昔、母体から生まれて大きくなったあなたの本当の体とは、だいぶ分違った別物なのですね。まあ、そう言っても、大した間違いではありません。昔のままのあなたとして残っているのは、脳髄と骨格と顔形とだけじゃないのですか。いや、そうではありません。じゃあ、もっと残っているものがありますか。いや、その反対です。今あなたのおっしゃった顔形も別物です。正直なことを言うと、私は生まれつきあまり美人ではなかったのです。額は飛び出し、目は引っ込み、口は大きく、鼻は曲がっていました。そこで私はすっかり顔を取り替えてもらいました。顔のカタログを見て、そのうちで一等好きな顔に直してもらったのです。顔の美醜ほど昔人類を悩ましたものはありません。だが考えてみると、あの頃の人間も知恵のない話でした。顔の美醜とは、いわゆる顔を構成している要素であるところの、目や眉や鼻や唇や歯の形とその配列状態によって起こるのです。目が引っ込んでいるのなら、そこに肉を植えればいいのです。そんなことは大した手術ではありません。ことに腎臓肉や腎臓皮膚ができてから、醜い人間はどんどん顔を直して、美男美女になってしまいました。これから街へ出てみましょうか。きっとあなたは、ただの一人も棒男、シコメオも発見できないでしょう。おお、と言っただけで、古畑は、後に継ぐべき言葉を知らなかった。人間の美醜は3万年の人類史を支配したようなものだと思っていたが、今はいくらでも顔を変えられるようになったと聞いて短足するよりほかなかった。火星との戦争、いよいよ古畑は、棺桶から外に足を踏み出す時が来た。大地を歩くなんて、1000年以来のことだと思うと、実に感慨無量であった。外へ出てみると、そこは掘りかけたトンネルのようなところだった。そばを見ると、一本の水鉄砲のようなものが転がっている。これは何ですかと古畑が聞くと、これは穴を開ける機械です。土でもコンクリートでも鉄壁でも、簡単に穴が開きますわ。その洞穴になっているところ、さっき30分余りかかって、私が掘ったのよ。と、驚くべきことを知多教授は言った。古畑は、嘘かと思ったが、その水鉄砲みたいな機械は、原子崩壊による巨大なるエネルギーの放出を利用したものであると聞いて、なるほどそうかと思った。じゃあ、今動力はすべて原子崩壊からエネルギーを取るのですね。と聞くと、教授はそうだと答えて、なんだそんな古いことを聞くと言わんばかりの顔をした。ホラー穴から外へ出てみると、かつて科学雑誌に出ていた1000万年後の世界というそっくりの街が現れた。まず目についたのは、道が縦横上下に幾百条と走っていることであった。このおびただしい道路は、一つとして古畑の知っている道路のように十文字に交差していなかった。いずれも上下に食い違っているので、横断などというようなことがなく、どこまで行っても、信号で止められるといったようなことがない。さらに驚いたことは、この道路の上に、自動車みたいな乗り物が一つも見えないことだ。そして人間が、まるで弾丸のように、シュッシュッと走っている。その速さといったら、大変なものである。随分、あの人たちは、駆け出すのが早いですね。
と古畑が赤毛布のような短足を放つと、知多教授はまたほほほと笑って、違いますよ、古畑さん。あれは人間が駆け出しているのではなくて、道路が動いているのです。昔の道路はじっと動かないで、その上に自動車だとか列車とかが走っていたそうですね。今の道路はいずれも皆快速力で動いているのです。人間がその上に乗ればどこまででも運んでくれます。道路が動くなんて大変な仕掛けだ。動力だけ考えてもちょっとそろばんが取れまいし、第一資源がというと、知多教授はそれを遮って、いや、今の世の中にはエネルギーはいくらでもあるのです。物質を壊せばいくらでもエネルギーは取れるのです。しかも昔とは比較にならぬ巨大なエネルギーなんです。そんなことは心配いりません。古畑はなるほどと感心した。動力の心配のいらない世の中になったのだ。人類は何という幸福な日を迎えたのだろう。そこで古畑は一つの重大な質問を知多教授に向けることを考えついた。ねえ、知多教授、今の世の中でも戦争はありますか？戦争？ええ、戦争はありますとも。そう言っているところへ、街中を突き抜けるような大きな声が響き渡った。何事か早口で喋っている。知多教授の顔が少しこわばったようだ。その大きな声が止んだところで古畑は尋ねた。今のはどうしたというのです？あの大きな声はやはり恒星機ですかね？そうです。移民司令部からの知らせなんです。ある番号までの人間は早く地上へ登って移民ロケットの前に集まれというのです。はは。するとここは地上じゃないのですか？そうですとも、地下500メートルのところですよ。地中外というわけですね。知多教授、私は地上を見たいのですが、どんな風に地上の様子が変わったかを早く知りたいのです。ダメ、ダメ。と教授は原価に古畑の願いを退けた。地上へは命令された人のほか出られないのです。移民は命令ですから、ああして上へ出られるのです。移民ってどこへ移民するのですか？金星へ行くんです。定期的に地球上の人類をどんどん金星へ送っています。へえ、金星、あの星の金星へですか。と古畑はびっくりした。とうとう星へ旅行のできる日が来たのか。うまくいけばもうあと3ヶ月のうちに地球上の人間はすっかり金星へ移ってしまいます。すると地球は空っぽになるのですか？一体それはどうしたわけです？この尊い地球を捨てるなんて。あとちょうど1年経てば地球は X 彗星と衝突してめちゃめちゃに壊れることが分かっているのです。はあ、なるほど。彗星との衝突ですか。と古畑はうなずいたが、それで地球から移民の必要があるんですね。それなら金星など行かないで、地球と気候も一番よく似た火星へ行かないのはどうしたわけです。すると知多教授は今までにない険しい目をして古畑を振り返りながら言ったことである。あなたも古いだけあって頭脳が悪いのね。今地球の人類は火星の生物と戦争しているのじゃありませんか。我々が金星移民を計画した途端に火星生物は妨害を始めたのです。だから移民ロケットも今までに 7% が金星についたばかりで、他の 93% のロケットはみんな火星生物のためロケットは破られ、人類は惨殺されてしまったのですよ。何しろ火星の生物の方が悪賢いのだから仕方がありません。いや、人類はもっと早く宇宙戦争に対して準備を進めておくべきだったと思いますわ。地球上の人類だけがこの広大なる宇宙で一番賢い生物だと思っていたのが大変なうぬぼれなんですからね。古畑はさっき知多教授が戦争はありますわと言った戦争はこの宇宙戦争を指していたのだと初めて気がついた。